皆さんどうもこんにちは、しおりです。この本中学生ぐらいの時に読みたかったな。よく言う自分らしさとか本当の自分とか、それで悩んでる人とかも多いと思うんだけど、でも結局環境とか人によって自分のキャラクターを変えるっていうのは至極普通なことで、だって恋人といる時の自分と会社の時の自分が同じだったら気持ち悪いもんね。なので、全部本当の自分だから元気出しなよって本だったですね。で、その複数使い分けてるキャラクターの出番の多さで、自分らしさっていうのがかたどられていくから、やっぱり無理しない心地よいキャラクターを召喚できる人々とつるむのがいいよね。よろしくお願いねって思いました。感想です。レベルアップ。なんかもう頭では分かってることなんだけど、こうやって言語化してくれるとめちゃくちゃスッキリなる。中学生高校生ぐらいの時の赤ちゃんだった時の自分に読ませてあげたいですね。てなわけで、この本に習うと、本日の私はどうしてもワインが飲みたい。でも考えてみればそうだよね。ハイボールが飲みたい日の自分も自分だし、ワインが飲みたい日も自分だし、これでいこう。ただ最近はワインが飲みたい日が多いので、割とワインの分母が多くなって、かなりワイン好きのしおりが形成されている、そんなところでしょうか。続きはウェブで。だから誰かと飲みに行く時も結構ビストロ系を増える。選ぶ。やり直し。で、誰かと飲みに行く時もビストロ系を選ぶことが増えたんですけど、何せボトル高くない。なので、一人飲みの時はハイボールかなって感じで潔くギアチェンジをしてるんですけども、そんな時にジョナ様ということで、ジョナ様に来ました。ジョナさんってさ、今まで行ってそうで行ってなくて初めてなんですね。しかし人に言われました。ジョナ飲みが熱いと。で、なんと店舗によってはワインがボトルでね、しかもそしてこの価格。ユニクロです。このご近所スタイルで来れるラフさとハーフボトルがあるありがたさ。一人飲みに優しいね。甘い。もうバルじゃん。もうこんなマリネなんてシャレオツのものが出てきたらファミレス超えちゃうんですけども、名前からおしゃれだよね。マリネって、マリネちゃんとかありじゃない？とびっちょのプツプツ感が美味しい。読んだかな？爽やかなレモンダレっぽいお味に、もうワインがスイスイ進む。足りるかな？ちょっとハーフボトルにしたことをミスったかなと思いつつ、乾杯なんてなんぼしてもいいですからね。そのスタンスで毎回人とも乾杯してる。イエーイ！めっちゃ美味しそうじゃん。でね、私がもう一押しになったこのローストビーフとポテトサラダ、これがね、普通にこじゃれすぎてんのさ。このローストビーフを脱がすと下にはポテトサラダでしょ。で、そこにこのマスタードをちょいっとつけておくるみを刻す。最高じゃない？癒しの力よ。で、今食べてるのが小さなビーフシチューというやつなんだけど、ジョナ様は何を隠そう小さなサイズに長けておりまして、ほら、この小さなゾーンと
おつまみゾーンが隣り合わせでね、コーヒー&レストランって書いてあるけど&バーにした方がいいし、このジョナサンの字癖強。ジョナサンって6時までハッピーアワーやってて駆け込みです。すいません。でこのワインとハイボールで二刀流になったところで、ポテサラは HB、 ビーフシチューはワイン。わー、わんぱくで、メインはね、もうメニューが多すぎて選べなくて結局このミックスグリル界の三冠王ってやつにしてみたよ。でこのソーセージのプリッと感が凄まじく、はちきれんばかりと言ったところなんですけども、せっかく切ったのにぜひこのプリッと感を歯で味わいたいと思って切ってない方を食べる。さあ行くぞ。でラストこのタンドリーチキンですが、これももう容赦ないスパイスとボリューム感で大満足で、てかそもそもハンバーグとソーセージとチキンなんて野蛮すぎるトリオが一皿になっちゃってさ、本当助かるよね。でここであることに気がつきました。私スカイラークじゃん。これ美味しいよ。そりゃスカイラークさんですもの、間違いないよな。はい、そんな絶対的信頼を持った上で締めはピザです。で1人だから2等分にして豪快にって思ったんだけど、よく考えたら丸のまま食べればよかったな。でこれだけでも美味しいけど、もちろんここに蜂蜜漬け、感謝します。バケモンのように食らって最高なひととき。プーさん最近はお付き合いとか会食でちょっといいお店に連れてってもらうみたいなことが増えてきてね、そこはそこでもちろんとびきり美味しいんですが、やっぱりどんな店を知ってもここが原点で、むしろいい店を知ったからこそファミレスの良さもわかるし、守備範囲の広さって大事だよね。レベルアップ。はい、常に心は初心者マーク、感動に敏感でありたいです。本当にこのスカイラークって言うなれば割と日本の誇りだと思ってるんですけど、こんだけコスパよく美味しいものが安定して食べれるっていう世の中に感謝したいし、ぜひぜひ最近お金持ちになっちゃってファミレス行ってないよって人もしてみてください。多分たまげちゃうから。はい、ということで家帰ってからデザートでも食べようかなって思ったけど、結局さガストじゃないわ、間違えた。ジョナさんが安すぎてね、現地で食べた方がお得だなと思ってティラミス食べて帰ってきちゃったです。はい、今日も最後までありがとうございました。今日はワインのしおりでお送りしました。明日は何のしおりでしょうか。よろしくね。じゃあなんていうか一日ごとに死んでまた明日生まれ変わるみたいな、そんな気持ちでもいいんじゃないかなって思うんだのでまた明日別人でも構いません。はい、そんな感じで皆様好き勝手やっていきましょうじゃあありがとね。
おやすみ。